こんにちは、どうも。ドラレコの取り付けとレビュー動画になります。購入したドラレコはこちら。コムテックの ZDR035 前後2カメラのドラレコを Amazon で 22,691 円で購入しました。それからオプションの駐車監視直接配線コード HDROP14 です。詳細は概要欄にリンクを貼っておきます。最初にやるべきことは、新品でも初期不良がないか、まずは動作確認をします。シガープラグを差し込みます。最初に日時設定が出てくるので設定します。OK ボタンを押します。まだリアカメラの設定がされてなかったので、リアカメラの動作確認もします。リアカメの映像もちゃんと映るのを確認できました。シガーソケットから電源を取ると見た目が悪くて駐車監視機能が働かないので、オプションの配線コードを使用して電源を取ります。どんな車でもヒューズボックスが必ずあるので、このヒューズから電源を取ります。この車は ACC がここにありまして、常時電源はここにあります。すでに取り付けてあるんですけど、ヒューズと配線が一緒になった製品が A 門から出ていますので、この配線から電源を取ります。こちらは別途買う必要があります。電源は3種類ありまして、黒色はグランドでアースです。赤色の ACC はアクセサリー電源です。黄色のバッテリープラスと書いてあるのはバッテリー電源です。付属のコネクターが入ってましたので、こちらで接続します。アースは塗装面がない金属部分に取り付けないと作動しないことがありますので、ボディの金属面にしっかり取り付けます。この3箇所だけで電源は取れています。映っているのも確認できました。配線は内張りの中を通します。絶縁テープで3本の線をまとめておきます。配線をはわして結束バンドで留めます。ピラーの内張りを外します。バイザーのビスの部分が効いているので、これも外します。内張りはこうやってめくれるようになりました。通しやすいように配線コードを針金に結びます。内張りの中を通したらアルミテープで固定します。適当な大きさに切って貼るだけですね。余った配線は結束バンドで縛っておきます。少しゆとりを持たせておきます。リアカメラの配線も同様に引き回していきます。
かり汚れを拭き取ります。はい、これで取り付けは完了です。設定をします。はじめに SD カードの初期化をします。これを OK をします。こう、OK をします。初期化しますか？はい。SD カードを初期化しました。フロントカメラナイトビジョン設定。フロントカメラナイトビジョンっていうのは明かりの少ない夜間でも明るい映像を記録することができます。ただし周囲に明かりが全くないような状況では明るく撮影できない場合があります。これはオフになっているのでオンにしておきます。リアカメラナイトビジョン。次、機能設定に行きます。タイムスタンプ設定。これオフになっているので、タイムスタンプの機能としましては、データに録画日時を埋め込むことができるらしいので、これはオンにしておきます。画面表示、時計にしておきます。運転支援機能設定。フロントキャリブレーション。OK です。リアキャリブレーション。前方信号お知らせ。これは多分信号待ちで寝てしまったら起こしてくれる機能ですね。こちら音声で登録します。後続車接近お知らせ。オンにしておきます。駐車監視設定。こちらはオンにします。その他の項目は初期状態のままにしてあります。設定は以上ですね。駐車監視機能が働くのか試してみます。駐車監視が録画されているか確認してみます。今車両を揺らしています。ちゃんと録画してますね。その後、前の方行って揺らしてます。しっかり犯人の顔も映ってます。これで防犯対策もバッチリですね。日中でのドラレコ映像です。画質はフルハイビジョンなのでそこそこ鮮明に映ってます。広角レンズなのが慣れてないので気持ち悪いです。前方車両のナンバーは近いと認識できる程度です。前方車両が遠ざかったので拡大してみます。拡大すると画質が悪くなるのでなんとか車種やナンバーがわかるかなという感じです。リアカメの映像です。リアカメラはプライバシーガラスの上からスモークフィルムを貼ってあるので暗くて映りが悪いです。後方車両のナンバーは近くなれば認識できる程度です。フロントカメラとリアカメラを比べてみるとはっきりと明暗の差がありますね。夜になって同じ道を走ってみました。街灯がある道ではそこそこの明るさがあるので綺麗に映っている方ですね。リアカメラの映像は予想以上に暗くて画質が荒いです。やはりスモークフィルムが影響してます。
これでは何が映っているのかわかりません。さっきからビピッと鳴っているアラーム音は衝撃感知です。これは足回りが固めの車は設定で変更する必要があります。トンネルの映像です。トンネルに入った時の黒つぶれはあまりありません。黒つぶれというのはトンネルのような明るいところから暗いところに入った時に黒くなるのを黒つぶれと言います。リアカメの映像ではやはりトンネル内では暗いので映りが悪いです。安価なドラレコの場合、白飛びといってトンネルを抜けた時に画像が真っ白になることを言うのですが、このドラレコは全然白飛びしてませんね。今トンネルを抜けるところをご覧ください。これは優秀ですね。プライバシーガラスの上に貼ったフィルムをカットします。外から見るとこういう感じです。切り抜き部分がダサいです。フィルムカット後の映像です。プライバシーガラスだけになったので、日中は画質が良くなりました。夜の映像です。フィルムをカットしたら少しはマシになったかなという感じです。何も映らないのではカメラをつける意味がないので、外観を犠牲にしましたが、映りが良くなりました。これでも少し不満ですけどね。このドラレコの評価としましては、フロントカメラの画質は綺麗で、機能面もいいと思います。リアカメラの画質は、日中は可もなく不可もなく、夜間の画質が悪すぎて、もう一点、パソコンに取り込むビューアソフトが Windows にしか対応してなくて、Mac ユーザーは困ります。コムテックに問い合わせてみたら、Mac 対応のソフトを制作する予定はないそうです。Mac ユーザーは要注意です。それではご視聴ありがとうございました。